ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا以前は私はある意味無宗教でした。で無宗教だけども全く宗教に興味がないとかではなくて、小さな頃から何か目に見えない存在であったりとか興味を惹かれてきたので、個人的にいろいろな宗教の探求はしてきました。その以外にもいわゆる魔術であったりそのオカルト的なものということもとても私のこれまで生きてくる中ではとても自分の表現だったり探求だったりっていうところにつながってきました。ある日スーフィイスラムのその神秘主義と呼ばれているその部分の作品だったりとかそういったことと出会うことがあったんですね。でそこからじゃあそれまで自分で考えたものととても共通する部分だったりさらにその感銘を受ける部分っていうのがあったので、やはりその根本にあるそのイスラームとは何なのかっていうところが知りたくなってマスジドに訪ねてみたりとか、それからイスラームと触れることになりました。それまで例えば道のないような場所をずっと歩き続けていたようなもので、そのイスラームを知った時にこの道幅がはっきりしてきたっていう感覚があったんですね。だからその宗教というものを信じたいと思うようになったんです。ビスミッラヒラフマニラヒアルハムドリラヒラビラアミンアルラフマニラヒマリキヤミンディ、まだやはりそのイスラムに対して全然何も知らなかった頃ですけれども、渋谷の街角、明け方ぐらいの時にですね、白い人と出会ったんですね。すごく不思議で、その人の近くに行ったら彼は私に紙を渡したんですね。その紙にメモに書いてある言葉を一緒に唱えましょうって彼は言ったんですけども、その紙に書かれていたのがライラハイララムハムダラスルラという、それと日本語のその説明が書かれてました。その時一緒にその言葉を唱えて、その時は別れたんですね。ずっと彼のイメージは私の中に残ってて、彼は誰だったんだろう何だったんだろうってずっと不思議に思ってて、それでそれから何年もしてからイスラームの自分のその探求で触れ合ったことで、またその礼拝に行ったらいたんです、その白い人がねそこで他の人たちがみんな私のそのエピソードを知っていたので、彼にその話を説明したら彼はとても喜んでいただいて、それでまた彼は次の日にまた会いましょうということを私に告げたんです。そして彼が、連れてきてくれたのがここの歌舞伎町のマスジドですね。伝達が発達した現代においても正しい知識は広く伝わらず、ことイスラームのイメージはテロ、女性蔑視、シェーフ・ニャムトルラ、彼はいろいろな国をもちろん巡ってたんだけども、その時また日本に戻ってきて、彼はその歌舞伎町でイマームをやってたんですが、そこで再会したばかりの私に、まだムスリムとして目覚めてから1年ちょっとぐらいの私に、あなたはここでイマームをやりなさいということが告げられ、それからもちろん常に私はそんなにいろいろなそのアカデミックなことに関しても何も知りませんけども、勉強をしながらここでイマームを務めさせていただいてます。قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأصدم في أمر الله عمر وأصدقهم حياة عثمان وأكداهم علي رضوان الله عليهم أجمعين
بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد ونفعنا إياكم بآياته وذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب وأستغفره إنه هو الغفور الرحيم.タトゥーやボディピアスの仕事は大体20年前から始めてます。きっかけは最初は趣味だったりというところからかな。例えばその宗教に限らず、さまざまなその社会の中でもそのタトゥーやピアスを悪のイメージとつなげる場合もあります。でまた逆にそれらを何も知らず悪と思うんであれば、イスラムのことも知らずにイコールテロリストと思っているようなものと同じです。そうすると太さが16ゲージか14ゲージ。今これつけてるのって細い方、これは16、なんかこっちの方が若干太いけど、これもでも14なくないかな。どうなんだろう。16、18、細い。じゃあ16。イスラムというかまずはムスリム同士の中で、タトゥーに関して、批判されることは多々あります。ただ逆に私にタトゥーがあるということを知らないと、まず日本人で、ムスリムであるということだったり、いわゆるアラブの服だったり、そういった民族衣装を着ていたりひげがあるということで、素晴らしい素晴らしいと皆さん褒めるわけですね。でもタトゥーを見ると、それは良くない良くない。つまり人間はいい意味でも悪い意味でも偏見でしかものが見れていないということですね。はい、お疲れ様。はい。タトゥーやボディピアス、それらが全て良いとは思いません。それはもちろんやる人のその心の問題であったりとか、その考えとか、またはそれ以外の問題も絡んでくると思うので、その人自身の問題であると思います。だけど私は、例えばこの仕事は小さな視点で考えるんだったら全く必要なものではないし、人間にタトゥーもピアスも全く必要ないと思ってます。でも広く考えるのであれば、多くの人々が無意識で生きているということを私は感じていて、この仕事によって人に感覚を呼び起こすように、正しくその美しさは何なのか、痛みとは何なのかということを教えることがここを通じてできていると私は感じています。普段いつもその職務質問される時は、あくまでそれは差別であったり偏見であったりっていうところのものですから、1ヶ月間の間とかにももう10回とかしょっちゅう仕事行くたびに途中で声かけられていつも質問されるっていう、そっちの方がよほど嫌な気持ちでもあまりにももうしょっちゅうね声かけられるもんだから逆に楽しみでもあるけどね。私は信仰を持って生きてるだけであって、もちろんそれにおいて学ぶということは常に欠かせないことなんだけれども、だからといって宗教学者ではありません。でまた私は少数派の変わり者かもしれないけども、浮世離れの聖者でもありません。で私は人々が例えば眠っていること、無意識であるということを起こすことであったり、そういった偏見などのイメージという偶像を壊すことを望んでいる
ある意味ではテロリストかもしれないけども、いわゆるテロリストではありません。でまた私はそのタトゥーがあるからといって別に不良でもヤクザでもないけれども、人生という上での道は極めたいと思ってるという上では極道かもしれません。名前を、もう一匹がおる。